自分の理想の生き方って何だろう。就活をしているとき、自分は何をやって生きていきたいのか、よく考えていた。それは面接のためでもあったが、自分が心の底からなりたいと思える将来の理想の生き方を考えるのは結構楽しかった。ちなみに就活で応募していた職種は UI/UX デザイナーという職種で、ウェブやアプリケーションの画面や体験をデザインする仕事だ。だからなんで自分はデザイナーになりたいのだろうと日々自問自答していた。そんな時ふと思い出したのは子供の頃の記憶だった。小さい頃からものづくりが好きで、よく工作や料理、お絵描きをしては家族や友人に披露していた。でも夏休みの自由工作にはそこまで熱心になれなかった。同じ工作でも好き嫌いがある。これは何でだろう。そこであることに気づいた。自分がやっていて楽しいと感じたものづくりの先には常に誰かがいた。料理を食べて美味しいと言ってくれる人や、絵を見て綺麗だねと喜んでくれる人だ。その時自分はものづくりの先にある人の感情を動かすことが好きなのだと知った。自分の理想の生き方って何だろう。それは自分が作ったもので人の感情を豊かにして生きていくということだった。そこから自分の人生の目標が少し明確になった。そして2020年の春、そのおかげもあってか無事 UI/UX デザイナーとして働き始めることができた。時を同じくして2020年の春には新型コロナウイルスの感染が拡大していた。リモートワークにより自宅で仕事をする生活が始まった。今までになかった自宅での長時間の作業が続く生活の中で思ったことがあった。リモートワークの時の服って逆に困るな。部屋着だとダラッとしちゃうし、外着だと部屋で過ごしづらいんだよな。その中間の服があればと思って探してみたものの、あまりしっくりくるものがなかった。そこでふと思った。だったら自分で作ればいいのか。そしてさらに思った。きっと同じ悩みを抱えている人もいるはず。自分が本気で作りたいものを作って、同じ悩みを抱えている人にも届けて、その人の心を動かしたい。そうすれば自分の理想の生き方に近づけるんじゃないか。この時から自分の理想の生き方に向かって本気で動き始めた。これが2020年12月の話。ただ動いたのは気持ちだけで、どのように動けばいいかもわからない状態だった。どうすれば作れるんだ。全くわからん。とりあえずググってみるか。1ヶ月ほど制作方法のリサーチに費やした。いろいろ調べていく中で工場を見つけ、何もわからないままだったが、手探りをしながら制作を開始した。まずはデザインを決めた。どんな仕様のデザインにすればリモートワークに最適な服になるのかを自分なりに考え抜いて、細かいこだわりをふんだんに詰め込んだ。ここには UI/UX デザイナーとしての経験が役に立ったと思う。そして次は生地選びだ。自宅に届いた大量の生地見本を前に圧倒されながら、良さそうな生地を選定していく。イメージができていない箇所は随時相談させてもらい、なんとか一つに絞った。その後はシルエットのデザインをした。洋服デザインの知識が全くないので、この段階ではサイズ感などのイメージを工場に共有するのみだった。そこから仕様書を作ってもらったが、物がないとイメージできないので、まずはサンプルを作成した。最初に届いたサンプルは理想とは程遠く、素材、シルエットともに全然ダメだった。特に袖は異常に長くて、手のひらが出ないぐらいだった。そこからは素材とシルエットの修正を何度も繰り返した。正直、サンプル作成代は新卒1年目の僕にとって決して安いものではなかったが、納得いくまで修正とサンプル作成を繰り返した。そして構想を始めた2020年の12月から8ヶ月後の2021年8月、ついに製品が完成した。素材、シルエット、ともに納得のいくものに仕上げることができた。
初めて最初から全て自分で作ったプロダクトに感動したのを覚えている。だがこれで終わりではない。ここから先が本当の自分の夢への第一歩だ。自分の作ったものを人に届ける。これを達成しなければならない。そしてその実現のために選んだ手段はクラウドファンディングだった。9月にクラウドファンディングを実施するために、8月に大急ぎでクラファンページの作成や動画、写真の撮影をすべて自分で行った。そして同時にブランド名とロゴを決定した。ブランド名はジョコンド。陽気な、快活な、楽しげなという意味の英単語だ。このブランド名には、製品を使ってくれた人の心が少しでもプラスに動いてくれたら嬉しいという思いを込めた。そしてロゴは円グラフをモチーフにしていて、ユーザーの人生におけるプラスの感情の割合のどこか一部になれたらという願いを込めている。さあ、これで準備は整った。そして2021年9月1日、目標金額50万円としてクラウドファンディングがスタートした。スタートは好調で、開始3日で達成度は 30% ほどになった。だがそんなに甘くはなく、そこからしばらく伸び悩む日々が続いた。実施中は日々 SNS で宣伝をしたり、次の動きの検討をしていた。だが、ラスト5日を迎えた時点での達成度は 41%。そこから徐々に支援が増えたものの、ラスト1日を迎えた時点で達成度は 67% だった。正直厳しい状況だったが、ここから奇跡が起きた。最後の日に、普段動画を見ている方や、自分の活動を応援してくれる友人、そして職場の方々、多くの人が支援をしてくれた。自分の活動を宣伝してくれる人もいた。最後の15分までできることをやり、必死に粘った結果、目標金額の50万円を達成することができた。この時は本当に嬉しくて、感謝の気持ちと一緒に少しだけ涙も溢れてきた。そこからは2時間ぐらいぼーっとして余韻に浸っていた。自分が作ったもので人の感情を豊かにして生きていくという自分の理想の生き方に対して、自分が作りたいものをこだわり抜いて作り、それを多くの人にも欲しいと思ってもらうというところまでは達成することができた。そして残すところは作ったもので人の感情を豊かにすることだ。いよいよジョコンドの最初の商品であるセットアップフォーリモートワーカーズを配送します。同封物のデザイン、感謝の手紙、製品の梱包、配送手配など、最後まで心を込めて全力で準備しました。感謝の気持ちと自分の夢を込めて皆様のもとにお届けします。ジョコンドの製品で皆様の心が少しでも満たされることを願っております。ご支援いただいた皆様、この度は本当にありがとうございました。また、現在製品は一般販売もしています。説明欄のリンクからぜひご覧ください。今後ともジョコンドを、そしてアツヤンをよろしくお願いします。今日はこんなご報告でした。最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。